動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回ですね、こちら10R の畑で撮影をしております。今回はですね、視聴者様の方からリクエストをいただきまして、そちらについて動画を作成しております。リクエスト内容はこちらになります。まず1つ目の項目としまして、防腐ネット類、支柱の高さ、打ち込みの深さ、斜めの補強、畑コーナー部分の処理。2つ目といたしまして、ユンインワイヤー、ワイヤー起点の状態、ワイヤー支持、支柱の先端の部分で、3つ目仕立てですね。杭、打ち込み H 仕立ての間隔、そして4つ目畝間、高さ、長雨時期の排水、そして最後5つ目ですね、灌水、夏場の灌水の頻度についてという内容を頂戴しております。で、以前ですね、私畑を測定する動画っていうのも作っております。こちらになります。でこちらの方はですね、15R の畑で撮影をしております。向こうの 15R の畑の方はもともとですね、業者に頼んでこの棚用のですね、周りを作っていただくというふうに考えておりましたので、計算をしてですね、畑を設計して定植させました。で定植の後、そうです、確か2年ぐらいだったと思うんですけど、2年経過したぐらいにですね、補助金を利用いたしましてこの柵を建てたという状態になっております。今回はですね、こちら 10R の畑、こちらの方はですね、うちの亡くなった祖父ですね、おじいさん、そして今の父がですね、自分たちで建てた棚という具合になりますので、今回ですね、このリクエストいただいた部分を紹介させていただきます。まずこちらの方の畑は 10R、 つまり1単の畑になります。木の本数的に申し上げますと約60本あります。で畝の、この列自身は6列です。実際にはですね、ちょっと四角ではなくて、台形というような状態になっております。なので若干東と西では畝というか、この列の長さがちょっと違います。そのような状態になっております。ではですね、1番目からですね、お答えをしていきます。まず1つ目、支柱の高さですね。こちら防風ネット、防虫ネットですね。こちらは三々ネットクロスレッドになりますけども、こちらの支柱の高さになります。でちなみにですね、単管の方の直径今測ってみますと46ミリから8ミリぐらいの間の、単管パイプになります。で長さの方ですね、下の方を見ていただければ分かるんですけど、ここで実はペイントをしてあります。いわゆるこの部分まで埋めますよっていうことを考えて、ここまで打ち込みますというふうにしてありまして、高さ的にはですね、今測ってみると分かるんですけども、見えますかね、190センチですね、出ている状態になってます。当時ですね、私、作業に携わってないので、実際すみません、どのぐらい打ち込まれているのかっていうのが、正直分かっておりません。ただこれ市販品のですね、単管パイプを利用しておりますので、ここが出ている部分が190センチ、2メーターないぐらいですね。となるとおそらくこれ 2.5 メートルじゃないかな。2.5 メートルの単管パイプを使って立ててある可能性が高いです。なので、地中の方はですね、60センチ程度、60センチですとこのぐらいですね。このぐらい程度はですね、下に打ち込んである状態です。次に斜めの補強についてです。でなぜですね、この斜めの筋交いを入れてるのかと言いますと、ここにも映っておりますけども、イチジクの棚番線ありますよね。今ちょうど誘引してるんですけども、この誘引して枝の重みがですね、この棚番線にかかってくるんですよ。で棚番線の両端が、この誘引の棚の端に縛ってあるために、これがですね、誘引の紐というか棚番線ですね、この鋼線だと思ってください。でここに全部枝がかかりますので、収穫時期になりますともう相当な重さになりまして、こういうふうに重みが全部下にかかるんで、このまま置いておきますとこうなっちゃうんですね。極端な話ですね。外側の杭が内側にですね、どんどん向いてきてしまいますので、それを補強するために外側にあります支柱には全て斜めの筋交いが入っております。この斜めの支柱の方もですね、実はこの立っております
支柱とですね同じものを使っております。で先ほどもちょっとお話ししましたけど、ここで色分けしてありますよね。ここで色分けされてると思うんですけども、いわゆるここまで埋めますよっていうことで、どの支柱にも使えるようにという工夫で全部塗ってあるんだと思うんですよ。でこれ測ってみると分かるんですけど、今だいたい50センチぐらい出てます。やはり周りの支柱はですねこれがほとんど埋まってるので、やっぱり60センチぐらい埋まってるってことがこれで分かるんですけども、この斜めの支柱自体の長さですね、これは今出ているもので2メーター、はい、2メーター35、こうか、はい、2メーター35、はい、今こちらにもですね今2メーター35表面上出ていて、この中に数十センチ潜っているような状態になってますが、これこのまま置いておきますと重みでですね毎年こうなってくるわけなんですね。そうなるとこれそのままの単管ですと土にどんどん潜っていきますので、潜り込みしないようにこういう鉄板を、このぐらいのですね鉄板を埋めて潜っていかないような処理をしてやるということになっております。次に畑のコーナーの部分の処理はどうなっているかというお話でしたけど、特段ここをですね何かしてあるかというと、ここの部分ですねやはり力がかかるので、そうか、ここが映ってないんですね。コーナーの部分は天井の方にですねこういうふうに斜めにですね補強を入れてあります。ちなみにこの補強の長さは、あまりですね長さを切ったりしてないんですよね。ここも見ての通りですね塗ってあるんですよね。そうですね、はい、これ2メーター50ですね。今測ってみます大体、なのでうちの畑で使っているこの支柱パイプは全部2メーター50ですね。そうすると要は2メーター50が入るように、斜めに補強をしてやるという感じですね。で補強の部分といいましょうか、接の部分はよくあるやつですね。これ、はいはい、この単管パイプを止めるための金具ですねを利用してます。全部そうです。ちょっと錆びてますけども、全てですねこういう感じになってます。で次、誘引の支点がどうなっているかっていうご質問ですね。これは正直ましてですね、特段何かあるっていうわけでなく、普通に巻いてあるだけです。こういう感じで。なので道具で引っ張ってやるわけではないです。手で引っ張ってやるだけです。片方側をこのような形で、ぐるっと普通にですね固定をしまして、張った時に反対側からぐるっとね回してやるだけです。はい、なので結構ゆるゆるです。こういう見ての通り、そんなピンと張ってはいないです。はい、そのような状態にしてやります。業者にお願いしたところは、ガッチャっていうこういうやつ、なんていうんですか、正式名称は。それで引っ張ってある程度パンと張ってある状態にしてあります。ちなみに今利用しているこちらのですね棚板専用の針金って言えばいいんですか、これは果樹専用の実は線になっておりまして、業者曰く3、40年平気で持ちますよというふうに言われているものになります。錆びないものをですね利用した方がいいです。やはりですね露地で栽培しておりますと、裸線で錆びるような針金を利用しておりますと、そこからですね誘引の紐を伝って錆びがですね伝え落ちてくるんですよね。この場合ですと錆びがないのでそういうこともなくなるということで、被覆付きがおすすめです。被覆なしでも錆びにくいですね素材のものっていうのもありますので、そういう針金であればそれでも大丈夫です。次にですね誘引ですね、畑の中通っておりますので、ところどころに、こういう支柱が立ってます。でこれ正直言ってですね立っているだけで、グラグラです。こう見ると分かるんですけど、こういう状態なんですよ。先ほどのですねパイプを固定する道具を使って、その間にですね実は、この誘引用の針金を通してやる状態です。通ってないところもあります。こういうふうに単に上に引っ掛けてやるだけっていうのもあります。で見ていただいた通りグラグラでございます。ある程度地面には潜っておりますけど、何て言えばいいんですか、かっちり固定してやるっていうところではありません。基本的にワイヤーの重みを支えるようにしてあるだけなので、それが乗れば OK という具合の考えをもとにやっております。なので固定してありません。これは実は 15R の畑も同じです。同じような形で、あそこはね何て言えばいいんですか、こういう輪っかがついてて、
こういうなんか専用の金具みたいなのがありまして、そこにですねワイヤーが通ってるだけです。次はですね、棚の杭についてですね。この杭、こういう感じで杭はなってるんですけども、杭自体はですね、ホームセンターで購入をしてきたたるきを切って作ってます。でちなみにこのたるきの、大きさは55ミリですね。55ミリ角のものです。でこれ長さ的に言いますと、これ80センチぐらいあったと思うんですけど、はい、ここは今64センチですが、作った時は80センチで作っておりますので、残り部分は地中に入っていることになりますので、15センチぐらいですね、15センチ程度地面の中に潜っているという状態ですね。次にですね、この H 型のですね間隔ということで、前後と言いましょうか、奥行きに関してですね、どのぐらいの間隔なのか実際に測ってみます。ここが1本目で0センチで、隣までこちらになりますね。4メーター50ですね。はい、1本目から2本目のこの間隔は4メーター50になりますね、こちらの畑では。なのでだいたいこの片側はですね2メーターぐらいずつ伸ばしても大丈夫という具合の設計になってますね。で本数的には片側ですね、ここが10本あります。1、2、3、4、5で、こちらの方に通路があります。ちょっと狭いんですけど通路で、また6、7、8、9で、こちらで10本になります。でうちの場合はこの畑はこのいう列が1、2、3、4、5、6列ございますので、約60本。実際にはすみません、この畑はですね若干台形になっておりますので、本数的に言うと若干60本より少ないという状態になります。はい、次に畝ですね。見ての通りですね、ここ通路はですね、イチジクの木が植えてあるところより若干低くなってます。なので畝の高さがあるわけですね。大体の高さ的に言うとどうでしょう。この辺ぐらいなんで、おそらく畝の高さは20センチ、今見ると大体20センチから25センチぐらいになってます。ただ畑によってはですね、こんなに高くないところもあります。なんかほぼ平坦なようなところもあります。で夏場はですね、うち通路冠水ということで、ここが通路にもなってますけども、ここに水が流れるような仕組みにもなっております。ちなみにこちらのですね、今映っております通路の広さ測ってみますね。この杭から杭ということで、はい、2メーター30ですね。ここですね、2メーター30あります。結構広めに取ってやります。もっとね、本当は狭くても大丈夫なんですけども、うちはこのぐらいの幅を取ってます。はい、いわゆるね、機械を通しますので、ある程度広くないとちょっと作業がしにくいんで、このぐらいの広さを取ってます。ただ中間の通路はちょっと狭い。あここは1メーターほどしかないんですけど、あそこはもう少し広く今なら取ってもいいかなというふうに感じてます。はい、次にですね、夏場の冠水についてです。で冠水はこちらは畑の前が用水がありますので、そこから取って先ほども言いましたけど、この通路側に冠水をするという方法をこの畑では取ってます。ここが用水で、ここですね、ここをせき止める、ハイドバここに置いてあるんですけど、ここでせき止めて、ここから入って、ここから出てくると。そうするとこちらの方のですね、通路に水がどんどん溜まって冠水される仕組みです。本来ですね、もっといい方法とすれば、この通路冠水ではなくて散水用のですねチューブなどを使って、このですね畝間にですね冠水していただく方が水も少なく済みますのでいいです。排水ですね、どうするか。冠水はしますけども、そのまま置いておきますと水はどんどん流れていきます。
なぜかというと排水の口が後ろにあるからです。でこちらの畑はですね、以前はですね田んぼでした。いわゆる田んぼからの転作のイチジク畑になります。なので排水の方もですねもともと田んぼ用で作られておりますので、排水の口がこちらにございます。1個だけですね。ここから排水すると。排水のこちらの部分は基本常に開けっぱなしの状態です。はい、もう閉めるのは換水する時だけ閉めて、通常ですねそれ以外はもうここは開けっぱなしの状態で置いております。いろいろですね袋が散乱してますけど、これはね換水する際にこれで板を入れて、これでこの肥料の袋でやることによってね水が漏れにくくなるので、それで利用するために置いてあります。でちなみに先ほど言った通り田んぼからの転作になりますので、こういう形でですねもともとの暗渠が入ってます。見てのとこの茶色の土管があるのは全部暗渠になってますね。これ最後のご質問、夏場の換水の頻度についてのご質問がございましたが、これは正直言ってその時の天候、畑の状態を見て行うと。週に最低でも1回はするような状態になりますね。夏場になりますと、水が来ていればね、今日もやろうかなということである間にやるということもしてます。それだけね乾きが早くなりますので、結構頻繁に換水を行っております。ということでですね、今回は視聴者さんのリクエストに基づき動画を作成いたしました。いかがだったでしょうか。なかなかねこの畑をですね測定する動画っていうのはどちらかというと大規模でねやりたいと、今回ももしかするとそのリクエストくださった方でですね、定年後にですねイチジク農家を目指しているのかなっていう感じを受けました。参考になれば嬉しいです。またですね皆さんもですねこんな動画ってどうなんですかっていうリクエストがありましたら、ぜひですねコメント欄の方に書いてください。全部が全部ですね叶えられるかどうかわからないんですけども、ぜひですねそういうのがございましたらコメント欄の方にコメントを残してください。よろしくお願いいたします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。